はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。Steam で2021年5月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。5月上旬はバイオハザードビレッジがね、注目作品になっていますね。私自身ニッチなゲームを実況しながら今後発売予定のゲームを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに、ナイトデリバリー例外配達。2021年5月中リリース予定日本語対応の作品です。レトロ和風ホラーゲーム。今回のテーマは配達。VHS 風のグラフィックが特徴のチラズアートの新作。昭和時代のビデオテープを思わせる画面を一人称視点で進んでいく恐怖感は抜群。最近では味わえない雰囲気を味わえます。登場キャラクターも毎回不気味なキャラが多く恐怖感を手伝っていますね。前作ザ・ケアギバー終焉介護が先日ね4月7日にリリースされましたが、終焉介護をゲーム紹介した時は1月30日リリース予定だったので、本作もリリースが延期にならないかね気になるところです。ナイトデリバリー例外配達は2021年5月中リリース予定日本語対応の作品です。R タイプファイナル2 2021年5月1日リリース予定日本語対応の作品です。R タイプシリーズ約18年ぶりのシリーズ最新作。 PS4、Xbox、Nintendo Switch は4月29日リリース予定。 PC 版は5月1日にリリース予定みたいです。公式ページに記載されている奇をてらわず原点に立ち返り、それでいて遊び応えと爽快感を追求してまいります。シューティングゲームの原点に立ち返り、遊び応えと爽快感を追求したという本作。エネルギーをチャージして強力な攻撃が行える波動砲、遠隔操作および前後攻撃などが行える無敵のパートナーフォース。これらを駆使して戦う R タイプならではのゲーム性はそのままに、歴代シリーズのプレイヤー機体をはじめ数十機に及ぶ機体が登場。機体のカラーリングやデカールなど自由にカスタマイズすることも可能です。発売後も追加ステージがダウンロードコンテンツとして配信され、さらに歴代シリーズのオマージュステージも登場するみたいですよ。また PS4、Nintendo Switch は体験版が配信されているので、ご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。R タイプファイナル2は2021年5月1日リリース予定日本語対応の作品です。セブンデイズオリジンズ2021年5月4日リリース予定日本語対応の作品です。死後の世界から復活に挑むミステリーアドベンチャー。2019年にスマホアプリとしてリリースされたセブンデイズ。物語は死後の世界で目覚めた主人公の少女キレルが生き返るために7日間の間に茂みから与えられた試練をクリアしていくといったミステリーアドベンチャー。この生き返る試練というのが本作のポイントで、試練の内容は他の誰かの死であること。この他の誰かも内容は各々違うが試練を与えられており、試練を受けるキャラたちと時に協力し、時に争い7日間を過ごしていく。ゲームシステムはシンプルで LINE のトーク画面のようなやり取りで物語は進行。マルチエンディングなのでプレイするごとに各キャラクターの背景や関係性について明らかになっていくといった作品です。セブンデイズオリジンズは2021年5月4日リリース予定日本語対応の作品です。スケートシティ2021年5月7日リリース予定日本語対応の作品です。洗練されたアートなスケボーアクション。2019年に Apple アーケード向けにリリースされた本作が PC と家庭用ゲーム機にも登場。アート感抜群なビジュアルとサウンドがとても魅力的。操作も簡単で何百ものトリックの組み合わせが繰り出せるみたいです。ステージも多彩でロサンゼルスやマイアミなどおしゃれな街を多数収録しているとのこと。一風変わったストリートスケートを題材にした作品。スケートシティは2021年5月7日リリース予定日本語対応の作品です。バイオハザードビレッジ2021年5月8日リリース予定日本語対応の作品です。バイオハザードシリーズ第8作目の作品。バイオハザード7レジデントイービルの続編となる作品にあたります。プレイヤーは主人公イーサン・ウィンターズとなり、雪に覆われた人里離れた不気味な山村を舞台に新たなサバイバルホラーに挑む。あらすじは悪夢のような事件から数年、イーサン・ウィンターズは家族とありふれた日常を過ごしていた。その日常を奪ったのはクリス・レッドフィールド。暗い横側に歴戦の勇士の姿の面影はなかった。見知らぬ山村で意識を取り戻したイーサン。そしてたどり着いたのは廃墟と化した村。閉ざされた村で恐怖に怯える人たち。そして村にそびえ立つ城は一体何なのか。操作は前作と同じくゲームへの没入感を高める一人称視点のアイソレートビューで進行。本作はゾンビだけではなく人狼や魔女が登場するみたいです。シリーズ最新作バイオハザードビレッジは2021年5月8日リリース予定日本語対応の作品です。パペチュラ
2021年5月8日リリース予定日本語対応の作品です。手作りの紙で作られたパズルアドベンチャー。独特の世界観を持つ本作は、ステージからキャラクターまで全て本物の紙から作られており、ゲームというよりは芸術作品。物語は花の牢に閉じ込められた主人公の人型の紙であるパペ。なんとか牢から逃げ出した彼は猫型の紙であるチュラと出会います。二人は破滅に向かう紙の世界を守るため、火の鳥の最悪に立ち向かうといったお話。ゲームシステムはポイント&クリックのオーソドックスなアドベンチャー。パズルを解きながら彼らを死なせないように物語を進めていきます。トトロや風の谷のナウシカのジブリ作品にも影響を受けた本作は、ストーリーには言葉はなくアニメーションと効果音で語られ、光と影の移り変わりや独特な雰囲気、さらにミステリアスでいて芸術的。体験版もあるので一風変わったゲームをね、体験できるかもしれませんね。パペチュラは2021年5月8日リリース予定日本語対応の作品です。フードアウトロー&レジェンズ。2021年5月11日リリース予定日本語対応の作品です。中世の盗賊をテーマにしたマルチプレイヤーゲーム。プレイヤーは盗賊団の一人として、政府が民衆を圧政する暗黒の時代に、他のならず者たちと協力して政府のお宝奪取を目指します。ゲーム内容は4人1組の盗賊2チームが AI である政府の警備兵を出し抜き、宝を持ち帰るのを競うといった内容。対戦型のゲームで NPC の警備兵だけではなく他の盗賊チームとも争うことになるみたいですね。宝箱を盗むためにはチームワークが必要で、戦闘、ステルス、戦略を組み合わせ財宝を盗み合うバトルが展開されていく。盗賊には様々なクラスが存在し、異なるプレイスタイルを選択できます。遠距離、近距離攻撃など役割によってスキルをカスタマイズでき、盗んだ戦利品を使って能力、武器を手に入れることも可能。仲間同士で打ち合わせをして分担を決めることが重要になるとのことです。フードアウトロー&レジェンズは2021年5月11日リリース予定日本語対応の作品です。100 Days ワインメイキングシミュレーター。2021年5月13日リリース予定日本語対応の作品です。ワイナリーを経営するブドウ農園経営シム。プレイヤーは小さなワイナリーの醸造家兼経営者としてブドウの栽培からマーケティングまでを行いながら会社を発展させていくのが目的。育てるブドウの品種を選び、栽培方針、収穫時期、醸造、販売までの各工程を管理することになり、実際のワイン作りを忠実に再現しているみたいです。本格的なワイン作りのゲームではあるものの、グラフィックはポップなデザインでストーリーもあるみたいです。主人公はイタリアの小さなワイナリーへと到着したばかりの若き女性ワイン醸造家で、知人の紹介でワイナリーを経営することになるといったストーリー。タイトルの100 Days はブドウの開花から収穫時期まで100日間ほどかかることが由来とのこと。100 Days ワインメイキングシミュレーターは2021年5月13日リリース予定日本語対応の作品です。月風魔伝アンダーイングムーン。2021年5月14日リリース予定日本語対応の作品です。月風魔伝1000年後を描くシリーズ最新作。1987年にファミコン向けに発売されたアクション RPG 月風魔伝を元にした作品。月風魔伝と源平東魔伝がごっちゃになるのは私だけでしょうか。舞台は前作から1000年後、龍骨期の復活により地獄の風が解かれ、地位毛量が溢れ出してしまう。前作の主人公である月風魔の27代目にあたる現当主月風魔は異変の元凶を断つべく地獄の最深部を目指すといった物語。ジャンルはローグマニア 2D アクションと記載されており、ステージはプレイごとに変化する仕様とのことです。装備できる武器も刀、傘、槍など武器系統ごとに特殊なアクションがあり、装備の収集と強化や能力解放により多彩なビルド構築も可能。浮世絵風の独自なデザインも本作にマッチしていますね。Steam の早期アクセスに参加するとファミコン版の月風魔伝が特典としてついてくるみたいです。月風魔伝アンダーイングムーンは2021年5月14日リリース予定日本語対応の作品です。ロストルインズ。2021年5月14日リリース予定日本語対応の作品です。セーラー服の少女が剣と魔法で戦う 2D アクション。主人公は魔王によって召喚され記憶をなくしたセーラー服の少女。少女は魔法使いベアトリックスの助けを借りてロストルインズの謎を解く旅に出るといった物語。武器は剣だけではなく斧、弓矢などもあり、魔法の種類も豊富みたいです。トレーラーを見る限りキャラクターの動作に 2D ドット感がなく滑らかに動いている感じがすることと、全体的にピクセルアートなんですけども、魔法や武器のエフェクト光源は 3D で描かれているのでスタイリッシュに感じられますね。ロストルインズは2021年5月14日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ディビサデロ。
2021年5月6日リリース予定、日本語未対応の作品です。実在の犯罪をテーマにしたクライムアドベンチャー。廃墟と化したディストピアのサンフランシスコを舞台に、不祥事を起こした刑事たちが贖罪を求めて恐ろしい事件の真相を解き明かしていくといった物語。舞台であるサンフランシスコは自然災害や戦争で破壊され廃墟と化しています。プレイヤーは街で事件の調査をしていく過程で、この街の歴史や人々の心境を目の当たりにすることになります。荒廃したサンフランシスコを歩き回り、犯人が再犯を起こす前に取り押さえましょう。デビサデロは2021年5月6日リリース予定、日本語未対応の作品です。テリトリー、2021年5月7日リリース予定、日本語未対応の作品です。食物連鎖の頂点を目指す動物リアルタイムストラテジー。プレイヤーは動物の世界で種族間の熾烈な争いをくぐり抜け、縄張りを広げ、この世界で自分の居場所を確保しなければなりません。ゲーム開始時はネズミのような小さな齧歯類から始まり、自然界で他の動物の脅威と戦いながら食物連鎖の頂点を目指すには捕食者を避け、縄張りを作り、繁殖して子孫を増やさなければなりません。テリトリーを広げることで食料、水、シェルターなど貴重な資源が手に入り、領地が多ければ多いほど強さを示すことができるみたいです。また、テリトリーを広げるにつれ、あなたのテリトリーを奪いに来る動物も現れるので、種族を増やしてテリトリーを守らなければなりません。動物となって食物連鎖の頂点を目指す一風変わった作品。テリトリーは2021年5月7日リリース予定、日本語未対応の作品です。ザ・インビジブル・ハンド。2021年5月7日リリース予定、日本語未対応の作品です。株式仲買員となって人を待てるシミュレーション。プレイヤーは証券マンとしてフェリオスに入社。目的は会社のためにお金を稼ぐこと。現実でやってることを言葉にすると憂鬱になりますね。お金儲けは簡単。上がる株が買い、下がる前に売る。儲かれば儲かるほどあなたの利益も大きくなります。心配する必要はありません。あなたが貪欲になれば報酬は無限大です。儲けたお金を使って地域の主要団体にロビー活動を行い、過半数の株式を取得して市場を操作する。時には独占的な情報源から内部情報を得る必要もあります。競争ほどチームを一つにするものはありません。仕事を続けたいのであれば日々の利益目標を達成し、同僚の成績に勝ちましょう。できない、したくないは躊躇なく解雇です。ザ・インビジブル・ハンドは2021年5月7日リリース予定、日本語未対応の作品です。アラン・シャープ。2021年5月15日リリース予定、日本語未対応の作品です。奇妙な殺人事件の真相に迫る一人称ミステリーホラー。主人公は70年代に私立探偵として活躍していたアラン・シャープ。彼は最愛の人を殺されたことで引退したが、旧友からの一本の電話を受ける。ワードローブから少年の死体が見つかった。彼は事件が起こった町へと向かい、奇妙な噂を耳にします。リーガン家に起こる奇妙な出来事は後を絶たない。両親は行方不明である。人々の間では父親が狂気に支配されていたなど、プレイヤーはリーガン家に起こった事件の真相を調査していくことになります。ゲームシステムは一人称視点のポイント&クリックで手がかりを見つけてパズルを解読して物語を進めていくシステム。パズルや謎解きの難易度もそこそこ難しそうで、何かに追いかけられることもあるみたいです。トレーラームービーを見る限りサスペンスでなくホラーミステリーですね。体験版もあるみたいなのでご興味ある方はプレイしてみてはいかがでしょうか。アラン・シャープは2021年5月15日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で5月上旬にリリース予定とされる面白そうなゲームを紹介していきました。個人的に気になったのは、フォード、アウトロー&レジェンズ、100 Days、ワインメイキングシミュレーター、テリトリーかなと思います。見てくださった皆さんもね、面白そうな作品あったらコメントいただけたら嬉しいです。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたの役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。明日も皆さん良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。